여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 자, 今日も、どちらかというと、日本と韓国の敏感な部分を説明しますので、これを聞いて、やっぱり一部の日本の方の中では、とても不愉快感を感じる方もいるようで、ここで皆さんにご了承いただきたいのは、日本が悪いと言っているわけでは決してありません。なので、日本ではなくて、日本帝国関連の韓国の記録として見てください。もごもごは決して日本が悪いと言ってるわけではないので、話を最後まで聞いてみてください。では、始めます。じゃあ、一旦今日も朝鮮王朝の最後の王妃、明宗황후の話になります。43歳で暗殺されますが、韓国では世代によって評価が極端に分かれると以前の動画で説明しました。1895年、경복궁で民氏、명성 황후가暗殺されますが、その暗殺の犯人は日本の浪人で、民氏を殺した後に遺体は燃やしたということになりますよね。この時作戦名は狐狩りだったらしいです。つまり民氏が狐だったんですよね。しかし、これに関して、日本が殺したと以外にもいろいろ説がありますが、まずは当時民主と政治的に対立していたテウォン軍の関与説とテウォン軍の主導説があります。ただ、当時も今のところでも世界各国では日本暗殺として見られている状況なんですね。その理由としては、一旦まずいろいろ証拠がありますが、当時、民衆が殺されるときに外国人の目撃者が多かったということなんですよね。当時、경복궁の警護を担当していたウィリアムというアメリカ人がいましたが、この人の証言で日本の浪人たちを見たという証言があったんです。それ以外にも、イザベラという方が朝鮮気候という本を書きましたが、じゃあこの本にも、民衆を殺したのは日本浪人だという記録がありますね。ここで皆さん覚えてほしいのは、このイザベラという方は、ちょっと韓国を悪く描こうとするような他の YouTube チャンネルとかでよく使っている方なんですね。つまりこの方は朝鮮に関していろいろ非難もする方なんですよ。なので朝鮮のことをいつもいいように書いてる方ではないので、この方が、この民主を殺したのは日本浪人だったという記録があるということで、ある意味で忠実性があるということも覚えてくださいね。で、それ以外にも、2021年、日本の朝日新聞の記事を見てみても、当時、朝鮮在留していた外交官であった人の記録、手紙がありまして、これがちょっと発見できましたが、この中では民衆を暗殺したという疑いのある記録が多数発見されたようです。で、それ以外にも、福岡には串田神社というところがありまして、こちらには民間には公開されてないんですけれども、秘然とという刀があるらしくて、こっちにはこういったのが書いてるらしいです。漢字語ではこんな感じなんですが、解釈をしてみると、置いた狐をこの刀で一気に刺した。なので、この刀が、つまり民衆を殺した時に使われた刀ではないかというのが、最近の目線ですよね。じゃあ、ここまでの話で、なんとか分かったと思いますが、これ以外にもいろいろ証拠はありますが、とにかく、こういった証拠によって、民氏は日本浪人に殺されたと今言われていますが、ただし、最近の韓国の研究では違う目線もあります。テウォン軍の関与説ですよね。じゃあ、今からこれを説明してみます。以前の動画で説明したように、伊藤内閣は民主を殺すために、当時引退した軍人であった三浦さんに命令を下します。もちろん、その裏には帝王軍がいたと私は以前の動画で説明しました。今日はこの話を詳しくやるんですが、テウォン軍という人からちょっと軽く見てみましょう。この人は王ではないです。王の父ですね。実際この最後の王、コジョンが王になるような人ではなかったので、急にこの自分の息子が王になって、このお父さんは自然に王にはなれずにテウォン軍という立場になりますが、簡単に言いますと王の父なんです。でもこの人は能力はあったようですが、権力力がものすごく強かったんですね。息子であるコジョンが、じゃあ、ある程度大人になって、王としての活躍ができるときに、コジョンが、父上、王権は私がと言っても、このテウォン軍はそれを譲らないんですよ。うるさい、お前に何ができるのか、みたいな。
なので、息子であるコジョンは王でありながら、実際、王らしいことができなかったんですよね。まあ、もちろん、これに関しては民氏もすごく不満を持っていたと思います。なので、この民氏一族とコジョンが力を合わせて、テウォン軍を追い出して権力を取り戻すことができたんですが、結局この息子であるコジョンは息子であるし王であるので、このテウォン軍はこの恨みを民氏一族に向けるんですね。なので、テウォン軍と民氏一族の戦いになります。で、ここでテウォン軍にとっては、じゃあ息子、つまりコジョンが民氏一族の味方だったので、どうしても自分の権力を取り戻すためには、この民氏一族を抹殺しないといけない。なので、どの国でもいいので、とにかく自分の権力を取り戻せる国がいたら、そっちと協力をした方らしいです。まあ、シンでもお話もしましたし、その中には日本もいたそうです。当時、岡本という日本の、政府関係のところで働いている方がいたんですが、その方に、テウォン軍が訪ねていて、日本、民衆を殺してくれとお願いしたらしいんですよ。で、ここで、岡本は、最初はお断りしますと言って、岡本というか日本ですね。当時の日本にとっては、テウォン軍よりは民主一族と手を組んだ方がいいかもと思ったかもしれません。で、ただ、状況が変わります。日清戦争で勝利した日本は、今からロシアと戦わないといけないんですが、この時になんと、先ほど言ったコジョンと民氏がロシアと手を組もうとするんですよね。当時のロシアは、ものすごく強い国だったので、日本としても、一旦まずはロシアと戦うためには、朝鮮の安定が欲しかったというのはもちろんだと思います。なので、日本としても立場が変わったので、こうなると、ロシアに手を組もうとする民主一族を排除した方がいいんですね。なので、今回は岡本の方から、つまり日本の方からテウォン軍に訪ねていきます。そこでこういった話をします。民主一族を排除します。ただし、あなたは政治から引退してくださいという提案をします。テウォン軍にとっては満足できない取引ですよ。自分が権力が欲しいから。一旦、でも今のところでテウォン軍にとっては何の力もなかったので、この話に乗ります。これで日本とテウォン軍は手を組むことになり、日本が実行日を後ほど連絡することになって、その間、テウォン軍は何をするかといったら、朝鮮の民たちに今回のことがとっても正当であることを、つまり名分があることということをずーっと伝えますよね。当時、テウォン軍は、能力はあったので、民主一族があまりにも、無能だったので、どっちかといったら民たちはテウォン軍の味方だったらしいです。なので、民たちを支持を得ることができました。とにかくテウォン軍と日本の協力によって、民衆は殺されることになりますよね。じゃあ、こういった話ができるような証拠として、当時外国人の、いろんな記録を見てみたらわかりますが、ホーマーさんとか、当時朝鮮のために頑張っていた、フレドリックさんとかが、朝鮮に関するこういった本を書きますが、この中には、徹底的にテウォン軍が民衆を殺したという話はないですが、状況から見てみたら、日本が手、テウォン軍が口、つまり二人は協力しただろうという話がありまして、ここから考えてみたら、日本の後ろにはテウォン軍がいたんじゃないかなという話になるんですよね。ちなみにこの二人はどっちかといったら新朝鮮だった人たちなので、この二人のこの話はかなり信頼性があるようですね。ただし、先から言っているように、決定的に、テウォン軍と日本が手を組んだという、証拠がないので、今のところでは日本が暗殺したという説が主流なんですが、私は個人的に最近の、テウォン軍の関与説の方が、もうちょっと考える必要があるんじゃないかな。こっちの方が実際は話がスムーズに進むのではないかなと思いますね。じゃあ、とにかくまとめてみると、民主は朝鮮か日本かいずれかは粛清される運命の多いだったと思います。それぐらい無能だったかもしれません。当時の朝鮮民族にもかなり嫌われてた民主。じゃあ、今の韓国ではどんなイメージなんでしょうか？今からその話を少しやってみたいと思います。一旦まず、1990年以前は、タフな女性として結構描かれるんですよ。
先ほど言ったテウォン軍と戦う、朝鮮最後の情勢として、かなりタフな情勢として、気が強い情勢として描かれます。で、ただ、1990年以降は、じゃあ韓国もある程度経済が発展して、その過程の中で、民族主義というのがちょっと芽生えてきてて、かなり、自分化中心の時期があったんですね。で、この時には、民主は、国のために犠牲したかわいそうな聖女みたいな感じで描かれます。映画を見ても、当時のドラマを見ても、そしてミュージカルを見ても、国のために犠牲された女性として描かれますよね。実際私の小学校時代がこの時期なので、学校でもこうやって教えてもらっていったんです。ただ、2010年以降は、インターネットとかいろんな書籍によって情報収集が容易になりますよね。なので、いろんな歴史を勉強している人たちが違う目線を持つことになって、ドラマとかでも以前とは違う感じで描かれています。どっちかといったら権力欲がすごくて、国の滅亡には目が向かない、ある意味ではちょっと無能な女性として描かれたりしますよね。この中で皆さんが民主の話が気になる方は、一旦この緑豆の花を一番お勧めします。一番最近のドラマで、民主がどれぐらい権力に執着しているのがちょっと描かれているドラマなので、こちらをお勧めしますね。じゃあ、とにかく今の韓国の民主の、評価を見てみると、自分の抑心で国を滅亡させた無能な女性で、朝鮮滅亡の根本的な原因として思われています。じゃあ、一旦ここまで大丈夫ですか？じゃあ、こういった話を私が他の日本の方にやったら、一部の日本の方はこういった話をします。じゃあ、そうしたら、その民主を殺してくれた日本帝国に感謝するべきじゃないのという方も一部はいます。じゃあ、この話を少しやってみたいと思いますが、私は以前から言っているように、日本にとって、日本はどっちかと言ったら会社に行っている社会で、韓国はどっちかと言ったら家族に行っている社会とずっと言い続けてますよね。日本にとって、歴史は、韓国と比べたら記録です。で、そして韓国は記憶です。皆様わかると思いますが、会社の歴史は記録ですよね。家族の歴史は記憶です。この違いで理解したらわかりやすいと思います。じゃあ、こうなると、こういった話ができます。確かに韓国にとって、当時の朝鮮民主にとって、民主はとっても嫌いな、とっても嫌なお母さんだけど、仕方なくお母さんですよ。なので、このお母さんを非難するのは自分であるべきで、皆さんもどう思いますか？皆さんの家族で、例えばお母さんとかお父さん、葛藤がある、ご両親がいたとしても、それは自分が非難するべきで、皆さんの友達とか周りの人がそれを非難したらどういった気持ちになりますか？そういった感じなんですね。民主を結局排除するのは、当時の朝鮮民主がやるべきで、家族以外の人に言われるのは嫌。つまり、他の国で殺されたのがどうしても許さないという感覚を持っている。ここでもう一度私が確認してほしいのは、日本が悪いと言っているわけではありません。ただ、お互い、日本と韓国がまだ話し合ってないから、こういった文化と考え方の違いによって誤解が増していくということを、ちょっとこれを聞いている皆さんは少し理解していただきたいということなんですね。じゃあ、今日はここまでです。民氏は日本とまたはテウォン軍の手によって殺されました。ただ、このテウォン軍と民氏の葛藤の裏には小さい黒幕がいたそうです。その人は一体誰でしょうか？来週その話を皆さんに紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜こんばんはよ。여러분、 안녕。